こんにちは。今日は2023年度で野外活動部で紹介した温泉で良かったナンバー3を紹介したいと思います。普通に温泉として良かったところと、登山系 YouTuber で良かった山紹介はよくされているので、何がいいかなと考えていたんですが、結構全国の温泉巡っているので、野外活動部では登山後におすすめ温泉を紹介します。その温泉なら温泉のためにその山に登ってもいいくらいの温泉、そんな温泉を紹介します。まずは普通に温泉地として良かったところ。まずは第3位、乳母湯温泉増形屋です。この絶景を見ながら入れる、湯質も湯加減もちょうどよく、ずっと入りたくなる温泉でした。素晴らしい温泉です。次は第2位、一生に一度は行きたい不老牛温泉です。お湯もいいけどこのロケーションはなかなかありません。今度は泊まってゆっくりと入りたい温泉です。次は第1位、ここは私の温泉感を変える温泉、玉川温泉です。草津みたいな湯畑があり、ここの景観も素晴らしいですが、すっごい有料です。この湧き出る温泉を見てください。3位、2位と濁り好きなのがわかるランキングですが、ここは濁りじゃないんです。これなのにとにかくお湯が素晴らしかった。強酸性中の強酸性、体の悪いものが排除されていくような感じがします。ピリピリするので長く入れなく、泊まって何度も入りたいお湯です。そして外にあった岩盤浴もすごく良さそうです。次はその温泉に行くために登山に行こう、そんな温泉です。総合的に良かったです。第3位は非常に癒された金山沢温泉です。地域的に周りはきつめの山、非常に疲れた後癒されました。設備も綺麗で、お湯の温度も熱すぎずぬるくもなく、疲れずに入れることができました。きつめの山に行った時に入りたい温泉です。湯の色が素敵な第2位です。大きな湯船のある須川高原温泉です。湯上がりしっとりするお湯も素晴らしいし、この広々とした温泉がのんびり入ることができます。この温泉に入るため栗駒山に行こうかなと思ってしまいます。この温泉のために行きたい山第1位、本沢温泉です。すっごいとこにあるんですが、日本最高所土天風呂、玉川温泉ほどではないですが、強酸性で肌がツルツルになります。またこのロケーションもすごいです。この温泉に入るために山に登るの全然惜しくないほどいい温泉です。いかがでしたか？ 1 位の温泉はぜひ行ってほしいと思う温泉です。温泉好きなのでまだまだいろんな温泉紹介していきたいと思います。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後に面白かった温泉番外編を紹介したいと思います。こちらは私が行っておーと思い、すごいと思った温泉です。川原毛大滝湯です。このように滝が温泉になっているところです。めちゃくちゃ激しいし、めちゃくちゃ楽しかったです。ぜひ皆さんも一度行ってみてください。もう一つは個人的にこのお湯とっても好きでした泥湯温泉です。先ほど挙げたように強酸性とかのように刺激があるわけではなく、柔らかい湯質、しっとりします。では2023年度温泉ランキングでした。私が最初にいた温泉は中野沢温泉西村さんです。以前にこの近くの平沢屋旅館の日帰り温泉紹介したのですが、今回はこちらにやってきました。こちらも昭和感漂うロビーです。ではお風呂に向かいます。
奥にあるということで表示に従ってどんどん進みます。平沢山でしたが、こちらも露天風呂と内風呂の場所が違います。まずは内風呂紹介をします。昔は内風呂と露天を分けて作らないといけなかったんですかね。いちいち服着替えないといけないから面倒ですよね。露天では体を洗うことはできないので、洗う場所は内風呂になります。ドライヤーが一つしかなく少々不便です。内風呂は広く、平沢さんより入りやすかったです。こちらがあったかい湯、こっちが水風呂でした。では露天風呂に向かいます。平沢屋さんは混浴がありましたが、こちらはありません。脱衣所と温泉は同じ場所でした。露天風呂はこんな感じです。内風呂よりお湯は露天の方が濁っていますね。使って見える景色です。ちょうど行った時紅葉時期だったので葉が色づいて綺麗ですね。個人的に平沢屋と比べると、まずお湯の温度が少し厚めとはいえちょうど良いくらいなのが気に入りました。この景観好きです。季節的にちょうど良かったのもありますが、良い感じですよね。お湯は沼尻温泉引き湯ということで泉質は同じ。レモンのような酸っぱい味がします。そのせいかゆっくり入るとツルツルしたような感じになります。ほんといい庭だな。お庭をじっくり楽しんじゃ。では今日は終わりにします。バイバーイ。来年もよろしく。次回は金曜20時、霧島神宮霧島観光です。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです。していただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。